皆さんこんにちは。今回の動画はキッチンのちょっとした DIY のあれこれ、のみの市で買ったものを飾ったり、私のお気に入りのスパイス収納方法をお届けします。ラベンダーとバラが満開のこの時期、お気づきの方も多いと思いますが、こちらは7月上旬に撮影しています。今年は今までにないぐらい夏の暑さが厳しく、7月後半ぐらいから9月の上旬までほとんど何もできずに家の中でじっとして過ごすという日々でした。さらには雨が全く降らず干ばつが続いていて、現在も水の利用が制限されている状況が続いています。もうかれこれ2ヶ月ぐらいでしょうか。お庭のお野菜に水やりができませんので、ほとんどお野菜を収穫することなく、植えた苗はもう季節の終わりを迎えています。唯一ハーブは今でも元気なままで、特にセージは切っても切ってもどんどん生えてきます。料理にもあまり使う機会がないので、今度お部屋の空気浄化に使ってみようかなと思っています。もし皆さんもおすすめの利用方法がありましたら、ぜひ教えてください。こちらは数ヶ月前にアンティークとブロカント巡りのチャンネルで紹介した棚です。購入した時はこんな感じでステインが塗られていました。棚の上下のモクモクしたカットが可愛いなと思って手に取りました。持ってみるとすごく軽かったので、無垢材ではなく、またそんなに古いものでもなさそうでしたが、手作り感があっていいなぁと思い選びました。よく見るとかなり表面の汚れが気になり、少しヤスリをかけましたが、やはりあまり削ることができませんでしたので、結局色を塗ることにしました。
色ははじめ全部黄色で塗ったんですが、なんだかあまり気に入らなかったので、中の部分だけ白に塗り直しました。このアールデコのキャニスターもこの棚と同じ動画で紹介したんですが、その後にこれと全く同じデザインの青色のものをインスタで見つけました。この一番小さい故障用の容器の蓋のサイズが合っていませんが、どうやらこの蓋は一回りサイズの大きいスパイス用の容器のものだということが分かりました。他にもあと2つ、小麦粉用とお砂糖用の容器があるみたいです。いつかどこかで見つけられたらラッキーだなぁと思っています。時は少し経ち、こちらは9月上旬。ずっとやろうと思いながらなかなかできていなかったスパイスを整理します。自分のキッチンを持てた時にはいつかスパイスをたくさん並べた素敵な棚が欲しいなぁなんてずっと思っていたんですが、いざキッチンに立ってみるとガスコンロの周りに置くと掃除が大変そうだなぁと気づきました。でもいつも使うスパイスはさっと取れる位置に見やすく置いておきたいと思い、いろいろと検索したところ、スパイスを引き出しに入れるというアイディアを見つけました。見つけたものは木の板で美しく作られていましたが、ささっとできるもので使い心地を試したいなと思い活用していたのがこちら。段ボールを切って折り曲げたものです。これが結構使い心地がよくって、結局約4年間ぐらいこの状態でした。そろそろ段ボールも汚れてきたので、今回は滑らないマットと壁のコーナーに取り付ける用の木材を使って、もう少し使いやすくなるようにしてみます。できるだけ同じ高さの容器を同じ列に並べるようにすることと、よく使うものを手前に置いておくのが私のおすすめです。少し立てて斜めになるように容器を入れることで、見やすくかつより多くのスパイスを収納することができます。奥の方まで見えますし、取り出しやすいので気に入っています。こちらの動画もご視聴いただきありがとうございました。